There are a lot of people that were on like massive copium here that Assassin's Creed did super well. Here's the real question, right? If they announced that the company was doing really well and Assassin's Creed was actually a huge commercial success and it was the big game that everything was riding on, why was the result of this earnings report that the stock went down? That's a 20% drop. The quarter was marked by the Assassin's Creed Shadows release that launched on March 20, delivering the second highest day one sales revenue in franchise history and setting a new record for Ubisoft day one performance on the PlayStation Digital Store. What is the sort of hurdle rate that Assassin's Creed Shadows has crossed in terms of units sold? Thank you. Yeah, so on Assassin's Creed Shadows, we don't disclose units sold. They never actually said they sold 3 million copies and instantly dodged the question. Listen, I don't know why these people are so allergic to reality. It also set a day one record for performance on PSN. Day one PlayStation Network Ubisoft performance record. Like, do you understand how many qualifying statements that goes through? Why is it a massive success and the stock goes down? The copium with this is unbelievable. Just be honest. What are we doing here? Why are we even having this conversation? 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、久々のアサシンクリードシャドウズからの話題になります。今回ですね、とあるゲーム業界向けのデータ分析会社からこれまでね、かたくなに UBI ソフトが公開を拒んできました。売上データの分析というのが出てまいりまして、まあこの数字がですね、UBI ソフトが言っていた印象とはだいぶ異なるものだったというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、本日はアサシンクリードシャドウズからの話題になります。我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさん主演、ディズニー実写版白雪姫公開と同日に発売しました。このアサシンクリードシャドウズ、覚えてますかね、この売り上げというのは大変注目されていたんですが、UBI ソフトがですね、その公開をかたくなに拒んでいたことから、これ数字ね、かなりやばいんじゃないのと、実情はね、このように言われていたわけですね。なんですが、この UBI ソフトは徹底的にですね、アサシンクリードシャドウズ、めちゃくちゃ売れてますよ。もう本当にすごいですよ。こういった形でプロモーションされてきたんですね。すると今回ですね、こちらになりますが、ここね、アリネア・アナリティクス。これね、ノルウェーのオスロに拠点を置く、ゲーム業界向けのデータ分析プラットフォームということで、業界人やね、投資家、つまりこれら専門家が活用しているデータ分析会社ということで、この会社がですね、今回4月と5月にわたりまして、アサシンクリードシャドウズの売上というのを分析しているんです。これがね、4月の記事、そしてこちらがね、5月の記事ですね。ですのでこれ、決してね、個人ブログで適当なことを言っているわけではありませんからね。この2つの記事を用いて、こちら、レディットにスレが立てられたんですね。で、この内容ですね、今回のね、売上についていろいろ書かれているんですが、先ほど見ました、こちらの記事と、こちらの記事、ふくたね、ちょっとチェックしたところ、ここにまとめられている内容、ちゃんとね、整合性取れてました。嘘が書かれていたりということがなかったんですね。なのでちょっとね、こちらご紹介いたしますが、まずタイトルですね。アサシンクリードシャドウズの売上が判明。想像以上にひどい結果だった。2ヶ月前、UBI ソフトは新たな 4way ゲームを発売。CEO 自身が会社の命運をかけたタイトルと呼んだ作品だ。発売から数日で UBI は誇らしげにプレイヤー数300万人突破と発表。UBI 信者たちは大はしゃぎで、まるで神からの最高の贈り物のようにこのゲームを称え、全てのゲーム記録を打ち破ったと騒ぎ立てた。だが実際の販売本数は誰にもわからなかった。ということでね、こちら大変話題になっていましたよね。この UBI ソフトというのは売上を発表しなかったんですね。プレイヤー数だけを発表していたと。で、これに関してはね、ほんと馬鹿げた話でして、プレイヤー数からは売上ってわからないでしょ。極端な話ね、公式が無料キーを配ってしまえば、いくらでも水増しできるんですよ。で、これによりですね、以前から、これちょっとおかしいんじゃないのと言われていたんですね。じゃあ実際にね、UBI がどのように語っていたのか。UBI ソフトは、アサシンクリードシャドウズの成功を引き続き誇示しており、本日発売から1週間で、プレイヤー数が300万人を突破したと発表した。この新たな数字は UBI がプレイヤー数200万人を突破したと発表してからわずか4日後のことであり、同社がどうしてもヒットさせたかったこのタイトルに対し順調な成長を示している。ただし、より興味深いのはお金に関する言及だ。UBI は以前、アサシンクリードシャドウズがオリジンズやオデッセイのローンチを上回ったと述べていたものの、実際の販売本数については、ここカッコでね、私の知る限り何も言及していない。
実際ね、このキャンペーン皆さんもね、見かけたんじゃないかなと思いますが、こちらね、アサシンクリードの X 公式アカウントですね。このようにプレイヤー数が300万人を突破しましたと。これもすごい話ですよね。売上の話はせずに、プレイヤー数の話をすると、こういった状態になっていたんですね。そして今、発売から2ヶ月が経ち、ついに実際の数字が明らかになった。その結果は容赦なく厳しいものだった。これちょっと繰り返しになりますが、あくまでも公式発表ではありません。先ほども申し上げましたが、業界のね、分析会社によるデータの分析結果だということです。そしてね、こちらがその注目の数字となっておりまして、PS5 発売から2ヶ月で170万本を販売。PC 最初の2週間で36万7000本を販売。その後は売上が急落しすぎて正確なデータを取得するのが困難に。Xbox 正式な数字は不明だが、3プラットフォーム中で最も売れていない。好意的に見積もって PC と同程度の36万7000本と仮定。これらを合わせると全プラットフォームの合計で240万本の販売となる。これを比較してみると、ゴースト・オブ・ツシマはその本数をわずか3日で達成している。しかも、プレイステーション専用タイトルだった。18年前の初代アサシンクリードですら、発売1ヶ月で250万本を売り上げた。UBI ソフトはこの後数時間以内に決算を発表するが、この大爆死したゲームについて、投資家にはどう説明するつもりなのだろうか。その決算の結果がこちらになります。UBI ソフト、通期決算の失望で株価 18% 急落。テンセントとの提携も目前に迫る。フランスのゲーム開発会社、UBI ソフトの株価は木曜日、18% 以上の急落を記録。これは2025年3月31日までの会計年度において、予約収入が 20.5% 減少したという予想を下回る決算内容が発表され、アサシンクリードの堅調な売り上げにもかかわらず、投資家が後退と受け止めたためだ。同社の株価はこの日、18.32% 下落し、9.55 ユーロで取引を終え、過去1年間でおよそ 60% の下落となった。ということでここでもね、これアサシンクリードと言っていますが、シャドウズじゃなくてね、アサシンクリードの堅調な売り上げにもかかわらず、株価が大暴落したと。これ 18.32% って大変なことですからね。本当に暴落です。つい先日になりますが、こちらですね、ユナイテッドヘルス。これがですね、メディケア詐欺の疑いで、刑事捜査が入るという報道を受けまして、これくしくも全く同じなんですね。株価 18% 急落と。これね、18% 下落するっていうのは、こういうレベルということです。ちょっと異常事態ですね。それはこちらね、見ていただくとわかりますが、ここわかります？はい。ここでね、ストーンと落ちていると。ここは決算だったんですね。でもね、アサシンクリードが堅調な売り上げだと言っているのに、これっておかしいでしょ。で、実情ね、どうなっていたかというと、これもまたレディットで報告されておりまして、UBI ソフトは本日の投資家向け電話会議で、アサシンクリードシャドウズの販売本数についての情報開示を拒否しました。その一方で、発表された決算は、市場予想を下回り、9230万ドルの損失。ここカッコでね、しかも拡大中と、を出している状況。さらに同社は年間ベースで人員流出が続いており、今年だけで1200人が解雇されている。で、このレディットの結果ね、こちら報告されています。ここね、キー4。アサシンクリードシャドウズは大失敗と。ここでアズマンゴールドさんいますね。プレイヤー数と販売本数を意図的にすり替えるようなごまかしの言葉遣いや、普段は使われない、的外れな成功指標を持ち出し始めた時点で、これは明らかだったはず。勝ってる側はこんなことはしない。負けてるやつだけがやることだ。混乱しています。発売以来大ヒットしたという話ばかり聞いていました。ね、これ本当ですよね。プレイステーションでわずか170万本しか売れていないのに、これが朝栗史上最も成功したゲームだという彼らの主張が本当だとは信じがたい。もしそれが本当なら、このシリーズがなぜこれほど長く生き残ってきたのか理解できない。これは私が初めてプレイしなかったアサシンクリードです。この IP は完全に死んでしまった。左翼政治はまたしても袋叩きにあった。何百万人ものプレイヤーが遊んでるって言ってたじゃん。つまり君の言ってることって、その何百万人のプレイヤーの全てがゲームを買ったわけじゃなくって、実はほとんど安価なサブスクで遊んでいただけで、しかも開発元にはほとんど収入が入らなかったってこと？この人 AI に聞いてますね。もしアサシンクリードシャドウズが240万本売れたとしたら、それで損益分岐点に達するんですが、その可能性は低いと見られます。推定で開発費は約3億5000万ドルとされており、1本あたり50ドルの収益があると仮定した場合、約700万本の販売が必要になります。また、この240万本という数字には、正確な販売データやサブスクからの収入が明らかにされていないため、あくまで推定に過ぎませんが、現時点では損益分岐点に達するには遠く及ばないのはほぼ確実です。で、一応ね、先ほどの分析の記事、4月分の記事の方にあるんですが、ちょっと念のためね、公平を期すために、こちらですね。ただし、補足しておくと、アサシンクリードシャドウズは大失敗というわけではないものの、大ヒットとも言えない。売れ行きはまあまあといったところで、今後は、ここね、ロングテール、じわじわ売れることですね。ロングテールが期待されており、最終的にはスイッチ
2での発売も見込まれている。繰り返しにあるが、UBI ソフトが今月中に全プラットフォームで実施した大幅なセール、いわゆる投げ売りは、四半期及び通期の収益を押し上げるための戦略の一環だったと考えられる。これは特に社内構造の改革に関する最近の報道やアサシンクリードシャドウズが UBI ソフトにとって期待された切り札にはならなかったという現実を踏まえた動きだと言える。はい、ということで本日はですね、これまで正確な売上というのが発表されてこなかったアサシンクリードシャドウズ。今回、データ分析会社の発表により明らかになった数字が公式の言い分とはかなり印象の違うものだったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。さあ、どうですか皆さん。ね。今年の3月20日といえば、実写版白雪姫とこのアサシンクリードシャドウズの発売日が重なるというね、奇跡の日だったわけですよ。このね、2本柱。もし今回の分析会社の発表が正しいとなりますと、どちらもその結果は思わしくなかったという形に落ち着くんですかね。まあ少なくともですね、今回の分析と、暴落した株価を見る限り、この安家はUBIソフトを救うまでの結果は出せなかったと。まあこのように見ることは決して間違いではないんでしょうね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。